ごちそうさまチャンネルは男子おつまみ。水分量が多くて美味しいです。しるしるでしるしる豚ニラ餃子、素朴な材料で作っていくんですけど、やっぱり水分多いんで緩いんですよね。焼き上げた時に中のその水分がもう一回沸騰してですね、肉汁っぽく出るんですね。それがすごい美味しい餃子です。せーの、ほら完璧でしょ。ほらどっかの店の看板メニューみたいな感じですよね、これね。うまい。今日のごちそうさまチャンネルは前回に引き続きですね、こちらのツインパンを使って作っていくレシピになります。前回うまみ煮込み春雨をこの下の大きいボディの方で作ったんですけど、上の浅いパンの方を使ってしるしる豚ニラ餃子という餃子を作ります。当然ご自宅にあるフライパンでもできますので、すごく複雑な調味料とか、なかなか手に入らない野菜とか一切入らずですね、素朴な材料で作っていくんですけど、水分量が多くて焼き上げた時に中のその水分がもう一回沸騰してですね、ちょっと肉汁っぽく出るんですよね。それがすごい美味しい餃子です。じゃあ材料の説明なんですけれども、まず豚ひき肉、ニラ、白ネギ、生姜のみじん切りですね。入る野菜はこれだけです。で調味料がお醤油、割と量が入るので結構味はしっかりしてるんですね。それからお砂糖、塩、オイスターソース、お酒、結構たっぷり入りますね。それに今日は大判の餃子の皮を使っていきます。じゃあ早速調理入ります。まずニラですね。一番下のちょっと硬くなってる部分は落として、でみじんですね。実はこのレシピはですね、中国の方に教わったんですね。手作りの皮を作ってくれて、で中に入れる時の具材を見せてもらったらものすごいシャバシャバだったんですよ。で食べたらめちゃめちゃ美味しくて、美味しさを思い出してもう一回作ってみたら美味しかったみたいな、そんな感じですかね。今度ネギですね。ネギもみじんですね。極みじんにする必要はないですね。肉としっかり混ざり合って部分的なムラができないようなぐらいになればいいと思いますね。でネギも入れていきます。でここに調味料とお肉入れていきます。まずお肉ですね。で生姜でお酒でお塩でお砂糖でお醤油でオイスターソースですね。そしたら全体練っていきます。揉んでる時にしっかり具材感じるんですけど、やっぱり水分多いんで緩いんですよね、通常よりも。似合って。じゃあ餃子包んでいきます。皮ですね。微妙に楕円なので、ほらこれ今だからズレが出るってことは違うってことですよね。だから長い方が横向き、こういくわけですね。はい、好みですけどこれね、つったってもうミリの世界ですけどね。で肉種乗せて、これもね柔らかいんで欲張ると漏れます。欲張らない、ティースプーン1杯ぐらいですかね。でひだ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 と、こんな感じですかね。じゃあ餃子焼いていきます。まずフライパンに餃子並べちゃいます。でその際に少しサラダ油たら中心から円を描くように、風車型ってやつですね。こういうね、これまず中心線、ここの隙間にどんどん入れていきます。よいしょよいしょ。そうなんですよ皆さん、ちょうど20個ありました。これぴったりなんですよ、これ20個。そのために考えられたサイズなわけですよ。これ餃子20個ぴったり入るぞパンなんですよ。こんな感じでほらぴったり。じゃあ焼いていきます。まず強火。綺麗に焼けるんですよこれ。綺麗な円形状のね、お店みたいな感じで。最近作りながら飲んでないなね。でジュワーっといっていきます。さっき油引いたんでこの音を聞き逃さないでください。やっぱりある程度熱くなってる状態のところにお水を注いで一気に蒸発させないと表面茹でるような感じになるんですよね。最後焼き上がり少し緩い感じになるんですよ。いきましたね。はい、お水入れていきます。周りから隙間全体に入るように。でグラグラしてる状態で蓋します。今強火なんですけど、この頃ちょっと強いので中強ぐらいでいっていいと思いますね。もうあとは待つのみで、音がこれも変わります。ゴトゴトゴトからクツクツクツに変わってきました。水分が減ってきましたね。これがじわーってこう焼く音に変わってきたら目安です。であと大体ご家庭にある一番大きいサイズの皿って24センチが多いらしいんですね。で24センチに対してこの丸の餃子を逆さまで乗っけた時に美しいサイズなんです。これがよく考えられてるね。ね
だんだん音がはぜる音に変わってきました。パチパチいってきました。今もうパチパチいってるんですけど、ちょっと覗いて水分なくなってたらこれで一回蓋を開けて、要は蒸しが終わりの状態ですね。でちょっとこの辺ふつふつしてるの分かります？餃子の中でこれが要は水分の多いもう証拠ですよね。中の水分が沸騰してる状態です今で。あと周りのこの焦げがですねちょっと茶色くなっていくんですね。これはもういい焼き目の証拠です。で最後香りのごま油を少し垂らす。香りごま油でまたじゅわっと言います。で香り立ちますごま油。そしたら OK ですね。もう火止めちゃってで完成なんですけど、24センチぴったり切ったくせに持ってきた皿のサイズがですねなんとぴったりすぎるんですね。これ逆さまにするとここがもう油がこぼれて大やけどする可能性があるのでちょっと防御させてもらいます。まず下重ねていきます。せーの。ほら完璧でしょ。ほら側面も綺麗に焼けてどっかの店の看板メニューみたいな感じですよねこれね。ね美味しそう。ほら美味しそう。完成です。いただきますよ。今日はやっぱりね餃子ですからねビールですよ。いい感じでございますよ。まずこのままでちょっとねうまい。水分多め、ニラしっかり効いてる。で本当にお醤油いらないですねもうね。スライムか少しおすすめでそれもちょっとでいいですねこれね。もう終わりましたけどもうすべて OK です。というぐらいなんかちょっとホッとする餃子の味ですねこれね。これは普段の野菜と同じぐらい結局ニラとネギが入ってるんですけど、お酒も結構量入ってるし醤油もたくさん入ってるんで中で水分がちゃんと沸騰する餃子美味しいです。汁汁で。それでは今日はツインパンレシピごちそうさまでした。